こんにちは。ホロロです。Netflix で配信中のドラマ3体の感想をお届けします。こちらはすでに視聴済みの方向けの動画です。ネタバレありでお話ししますのでご注意ください。はじめに簡単に自己紹介を。僕、ホロロはドラマを中心に取り上げる配信者。こちらのブログ、ワンコタンとしおりの森のワンコタンさんによって、乱気に太陽が出現した時ぐらいの熱量で3体ワールドへ勧誘され、どっぷりと浸からせていただきました。ワンコタンとしおりの森では3体をさらに味わえる情報がたくさん、概要欄のリンクから飛べるので、ぜひ読んでみてください。3体はこちらの原作3部作の他に、ガイデンの3体0、原作者公認の二次創作3体 X、感想の空があります。僕はこれらも全て読了。また、ドラマはテンセント版の30話も視聴済み。長かった。今回は3体を余すことなく網羅している僕が気になったポイントをざーっと解説していきます。今回は前半の4話まで、ぜひ最後までご覧ください。まず第1話、カウントダウン。文化大革命のシーンから始まる本作。ここで無残にも父親を殺されてしまったのが全ての発端となる女性科学者イェ・ウェンジェ。テンセント版ではこの文化大革命のシーンが丸ごとカットされていました。これは中国の政治的な事情によるものだと思われます。文化大革命はかつての中国の元首毛沢東氏が主導した政治運動。ネットフリックス版では制作元が中国ではないということで遠慮なく差し込まれています。当事者の毛沢東氏の肖像画も4話でがっつり出ていましたね。その革命と混乱の中でイェ・ウェンジェは父を処刑されてしまいました。それも母の裏切りがきっかけ。この出来事が彼女の絶望に染まる人生の始まりでした。それにしてもかなり血生臭いシーンに仕上がっていました。地上波だと NG でしょうね。まあ暴力的なシーン云々以前に日本のメディアだと様々な外圧があって放送できないかもしれません。イェ・ウェンジェの過去のエピソードはものすごくはしょられているのですが、それでもこのシーンを盛り込んだのは制作陣の強いこだわりを感じます。というか、これだけの出来事があったからこそイェ・ウェンジェがポチッとしちゃうことに説得力が出ますよね。3体の謎に挑むは5人の男女。劇中では特に明言されませんが、オックスフォード5と称される5人とのこと。彼女らの恩師ベライエーが自殺したことをきっかけに3体に関わっていくことになります。情報を整理するために付け加えておくと、こちらの恩師の先生はイェ・ウェンジェの娘でもあります。原作3対1の主人公はワンミャオ。彼の役割をオックスフォード5で分け合い、原作での行動を同時並行で進めていくのでテンポのいい物語が展開できました。1話の時点ではそれぞれの個性や強みがわからないと思いながら見ていたのですが、この1話での個性のなさが後の面白さのファクターになっていました。というのも、オックスフォード5のメンバーが実は原作のキャラクターたちをモデルにしているということが話が進むごとに分かっていく作りになっているのです。実はこのキャラクターは〇〇だったということが分かった時の繋がった感は最高にカタルシス。脳内をドーパミンが駆け巡りました。これは原作を知っている人しか味わえない面白さでしたが、順番が逆でも同じ楽しみ方ができるので、ぜひ原作も手に取ってみてくださいね。読書が苦手な方はオーディブルをどうぞ。初月は無料で聞き放題なのでとても気軽。僕も重宝しています。VR ゲーム3体のデバイスも気になりました。近未来的なフォルムの金属のヘルメット。これだけで VR ゲーム3体の世界に没入できちゃいます。完全に脳をハックされていました。気になったのはこのヘルメットの製造元。こちら、明らかに現代の地球の技術では製造不可能な一品。とはいえ、ソフォンより質量のある物質を送るのは3体文明の力をもってしても400年かかります。そうなるとこのヘルメットはメイドインアース。3体の文明から設計図の情報が供与されたと考えられます。しかし、地球に存在する物質、地球の技術力だけでこのヘルメットを作ることは可能なのでしょうか。ここで気になるのがタチアナの存在。後に地球人とは思えない行動をとっており、彼女の存在そのものが伏線として残っています。この謎はシーズン1では明かされないままでした。僕には彼女がサイボーグのように思えるのですが、そうなるとここでも3体文明の技術が生かされていることになります。地球の技術力であそこまでのサイボーグを作れるのかと言われると、それは無理ですよね。ヘルメット、サイボーグ、これらの存在が地球に送られているのはソフォンだけではないということを示唆しているように思えます。原作にはない展開なので、シーズン2以降でどう明かされるのか楽しみに待ちたいですね。2話、睾丸。2話では VR ゲーム3体の世界へ。原作やテンセント版ではゲーム性がやや不明瞭に感じていましたが、Netflix 版ではレベルや2人プレイモードといった概念が登場。ゲームとして成立している見せ方になっていました。ところで Netflix のサービスにはコンピューターゲームが含まれているのをご存知ですか？かの有名な Netflix オリジナルドラマストレンジャーシングスもアドベンチャーゲームとしてリリースされており、懐かしいテイストでドラマの内容を追体験できます。となると3体がゲームとしてリリースされてもおかしくないです。僕はシビライゼーションのような文明
を作るシミュレーションゲームが大好きなので、ちょっと期待しちゃっています。衆の文王と従者が登場するのは原作通り、文王が NPC と明言されるのも分かりやすかったです。原作を読んでいた時は、3体はオンラインゲームで、文王は他のプレイヤーなのかと思っていました。従者が子供だったのはオリジナル展開。その分、乱気にジンが直面する絶望感がより色濃く描かれていました。ジャックがジンのデバイスをつけた時に切りつけられ、強制ログアウトされるのもドラマオリジナルの展開。デバイス一つ一つが特定の人物に紐付けられているのでした。劇中では言及されませんでしたが、妖艶でありながら無感情に日本刀で切りつけてくるこの女性は名前が公開されています。その名もソフォン。ドラマを最後まで見た方ならピンとくる名前ですね。ちなみにアジアンテイストな女性なのは、ソフォンの漢字表記がトモコだから。トモコは日本人の女性の名前と原作でも明言されています。ソフォンを演じるのは C シムーカさん。シムーカはシモーカと発音でき、日本にもルーツを持つ方とのことです。さて、デバイスが紐付けられているなら、ジンはどうしてベライエーのデバイスをつけた時に切られなかったのでしょうか。こちらはドラマの終盤で説明がありました。ジンは招かれたのです。3体文明に共感できる素質のある科学者として、またベラの死をもってデバイスの所有権を放棄されたのでした。ジンが興味を持つようイェ・ウェンジェがナチュラルに誘導していましたよね。2話ではイェ・ウェンジェと3体文明の出会いも描かれました。ヤン・ウェイニンに自身の発見を奪われましたが、こちらは原作とは全然違う展開。何としても3体人を地球に降臨させたい原作のイェ・ウェンジェは人を殺めることまでやってのけます。結果は変わらないのですが、より強い覚悟を持ってイェ・ウェンジェはスイッチを押してしまうのです。それにしてもせっかくの平和主義の3体人が警告してくれたのに、それを台無しにしてしまいました。警告を送ってくれた3体人がどのような立場、考え方だったのか、そしてどのような運命をたどるのかは、ぜひ原作やテンセント版で楽しんでいただきたいと思います。さて、2話で特に気になったのが、墓標に刻まれたエディス・マーシュの名前。こちらも絶対に覚えておきたい人物。というのも、タチアナが墓参りしたその人物が何者かは僕にもわかりません。原作でも登場しない人物なんです。タチアナは原作におけるシェン・ユーフェイの立ち位置なのですが、それは序盤だけで中盤以降完全にオリジナルキャラの道を突き進みます。Netflix ドラマ版においてその評価を大きく左右する一因となるであろうタチアナ。彼女が手を合わせたエディス・マーシュとは何者なのか、シーズン2以降で明かされるその日を楽しみに待ちたいですね。3話、世界の破壊者。VR ゲーム3体をクリア。よかったですね。歴史上の人物が次々と出てくるので、世界史に精通しているとより楽しめます。人間そろばんのパートはとても壮大でした。登場したのはニュートンとチューリング。原作ではノイマンだったのが、なぜかチューリングに改変されていました。チューリングは実話を元にした映画、イミテーションゲームの主人公でした。パソコンの礎を作った人ですね。僕は映画が好きなので、別作品でも人物が繋がる瞬間がすごく気持ちよく感じます。ご同意いただけるでしょうか。さて、人間そろばん。原作では陳列コンピューターと表現されていました。コンピューターつながりでチューリングを登場させたのでしょう。多くの人間を支配し操作できればコンピューターの再現が可能という発想にはとても驚かされました。とはいえ、パッと見では理解が追いつかない方もおられますよね。コンピューターは情報の処理を2進数で行うので、手旗信号でも0か1かを即座に伝達できればその再現ができるというわけ。とはいえ、太陽の軌道を読むなんて複雑な演算には膨大な数の人間が必要。未来半ほど広大に領土を拡大し権勢を誇った人物でなければ再現は不可能でしょう。ちなみに原作では始皇帝でした。なぜかここも改変。さすがに龍磁禁止の許可を取っていると思いますが、中国政府は何も言ってこないのでしょうか。レベルが上がって場面が変わりましたが、2話で亡くなった従者の少女が再登場。今度は命を救ってほしいとジンに期待を寄せます。このゲームのキャラクターは単なる NPC ではなく、高度な AI によって動かされていることが示唆されます。プレイヤーがゲームに感情移入するような設計。ゲームとはいえ子供を死なせる展開を用意するなんて、制作者側の手段を選ばないしたたかさを感じます。こちらもオリジナル展開です。さて、このゲーム、プレイヤーが気づくことがクリア条件のようです。ジンとジャックは順調にレベルを上げていきます。サクサク進んでいくので、ゲームとしての面白さが伝わりにくいのが残念ポイント。延々とチュートリアルを見せられている感覚です。驚愕の展開と映像でグイグイ引っ張っていくので、見ている時は没入できるんですが、冷静に振り返ると、なんだこのクソゲーと感じてしまいます。タチアン人海の行動が見られたのも3話でした。監視カメラに映らなかったり、外から見えなかったり、帰りてガラスを割ったり、やはり人間ではなさそうですね。一部ソフォンの介入もあるのでしょうか。例えば、ダーシーの視界に映らなかったのはソフォンが取り付いたから。でも2機しかないソフォンが一捜査官の目の中にいてもいいのでしょうか。結果、同志にならなかったジャックが亡くなってしまいました。オックスフォード5のメンバーも普通に死んでしまうんですね。ジャックの死についてはワンコタンとしおりの森で面白い考察がされているので、この動画を見終わったらぜひご一読ください。4話、我が主よ。サピエンス全史という書籍をご存知でしょうか。ユバル・ノア・ハラリ氏著作の本書は、人類の歩んできた進化の歴史に斬新な切り口で迫っています。ハラリ氏は僕らホモ・サピエンスが地球の生態系の覇者となった理由の一つとして、虚構を操れるように進化したことを挙げています。つまり、嘘をつくという能力を得得したことが、宗教や組織を作り、結束力を高め、
個ではなくチームで生き戦うことを可能にしたというのです。4話においてエヴァンズとの対話の中で地球人の虚構を操る能力を知った3体人、即座にそれを恐ろしいことと断定したのは当然の着想だったと言えるでしょう。僕ら自分が思っている以上に嘘をつけることってすごいことなんですね。エヴァンズたちの目的は3体人に地球を征服してもらうこと、3体人を我が主と崇め信仰の対象にして団結力を高めていたのですが、この行為自体が3体人の恐れることになるとはなんとも皮肉ですね。ドラマではこの組織の名前について触れられていませんでした。原作では地球3体協会を名乗っています。エヴァンズとイエ・ウェンジェが設立したこの組織、原作ではドロドロの派閥争いが繰り広げられています。3つの派閥の名称は救済派、降臨派、生存派。救済派が本ドラマにおける組織のイデオロギーと同じ、つまりは高度な文明を持つ3体人に行き詰まった地球人を支配してもらおう、それこそが人類の救済につながるという考え方。全てに絶望したイエ・ウェンジェはこの考えを持って3体おいでなさいスイッチを押したのでした。次に降臨派はもっと過激な思想の派閥、環境破壊を繰り返し他の生物種を絶滅に追い込むことも厭わない人類を滅ぼしてもらおうとしています。地球の浄化を第一に掲げており、実は原作のエヴァンズはこの派閥に属しています。救済派のイエ・ウェンジェとはたもとを分けており、だからこの2人が恋仲になったという展開は原作を知っている人にとっては驚きだったのではないでしょうか。最後の生存派は3体人に媚びへつらい、なんとか生かしてもらおうという人類としての尊厳もへったくれもない派閥、カリスマ性のあるリーダーも不在で存在感もなく本筋絡んできません。ネットフリックス版では救済派一本に求められ分かりやすくなっていました。エヴァンズのまとう雰囲気もテンセント版より柔和になっており、そしてジャッジメントデイに挑戦している人々も老若男女関係なく子供もいます。もっともこの降臨派じゃなくなった組織と敵対しなければならなくなったことが後に暗い影を落とすことになるのですが、ネットフリックス版かなりシビアです。ところでタチアナはこの組織に育てられたという情報があります。エヴァンズが優しく子供たちに組織の教えを説くシーンもありましたが、タチアナの改造人間っぷりを見るとこの場が子供にとって幸せな環境なのかは大いに疑問が残りますね。今回は Netflix 版ドラマ3体の前半1から4話までの気になるポイントをおさらいしました。ここまで見ていただきありがとうございました。ここからはお得な情報を含んだ広告です。より原作に忠実なテンセント版は Unext や WowWowオンデマンドで配信中。決して古い作品ではありません。特に VR ゲーム3体の演出は Netflix 版よりも見応えがあると言っても過言ではありません。ストーリーラインも全然違うのでNetflix 版と見比べるとよりハマれます。また続きが気になる方は原作の3体シリーズもおすすめ。小説を読むのが苦手という方でも大丈夫。サブスクの範囲内で気軽に楽しめる方法があります。それが Amazon の提供する本の朗読サービス Audible。今回ドラマを視聴して久々に原作を読みたくなったので現在僕も利用しています。ゆっくり本を開く時間がなくても大丈夫。僕は通勤時間に3倍速で聞いています。Unext も Audible も初めての方は初月無料で見放題聞き放題なのでぜひ手に取って同志になってください。それではまた次回後半でお会いできますように。バイバイ。